皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回はホームの土台の工作をご紹介してまいります。よろしければ最後までお楽しみください。ホームの土台の天板には 1mm のプラ板を使用しました。いつもは 0.3mm を使用していたのですが、屋外で撮影したり近年の高温でも大丈夫なようにとの思いで厚みのあるものを使用することにしました。型紙を作り、その幅に合わせて部材を切り出します。ホーム幅に切り出したプラ板をマスキングテープで仮止めし、型紙をあてがって線を引きました。線に合わせてカッターで切り出します。いつもは 0.3mm 厚なのでサクサクとカットできるのですが、今回は 1mm 厚なのでいつもと勝手が違い、ちょっと戸惑い気味で工作を進めました。上下線のホームの土台の天板を型紙に合わせて切り出しました。ホームの高さはジオコレのホームと同じ高さにします。1mm のプラ板をホームの高さに合わせて切り出しました。切り出したホーム側壁用の部材を天板の部材にあてがって各辺に合わせてカットしていきます。カットの際は天板が少し宙にはみ出すと言えばいいのでしょうか。うまくお伝えできているかわからないのですが、側壁よりも天板が少し外に張り出すように、天板の辺よりも少し短く側壁の部材を切り出していきました。ホームの京急川崎寄りの端の部分は上下線ともにコンクリートになっていました。ここを模型でも再現します。側壁用に切り出した部材の京急川崎側に接着剤を塗布し、そこに細く切り出した 1mm のプラ板を接着します。側壁の部材を天板に接着します。最初に 2mm 角棒に接着剤を塗布し、側壁の上端部に接着しました。はみ出した角棒はカッターでカットします。続いて再び角棒の上面に接着剤を塗布して天板の裏面に接着しました。その時に天板が少しせり出すように接着しています。各面を接着しました。隅の裏側には後から 2mm 角棒をあてがい補強しました。表面はこのように仕上がりました。京急川崎側の端の部分のコンクリートの表現はこのように仕上がりました。未塗装ではありますが、ある程度目視で分かってくれれば御の字だと考えています。ホームの側壁には石積みを再現しました。詳細は別動画にしましたので、そちらをご参照ください。サーフェーサーと黒のまぶし塗装を行い、墨入れ塗料を塗布して汚しましたが、天板が汚くなってしまいましたので、天板の塗装をやり直します。そのため側壁部分をマスキングしました。汚れが見えなくなるぐらいにサーフェーサーを全体的に拭きました。続いて艶消しの黒を全体的にまぶします。なかなか均一にまぶすのは難しいので、なんとなくでまぶしていきました。黒をまぶしすぎたところをフォローアップするためにサーフェーサーをまぶします。逆にグレーになりすぎましたら、今度は黒をまぶすという作業を繰り返しました。ホーム端のコンクリート部分とアスファルト部分は塗装で塗り分けました。アスファルトの舗装時期の違いも塗装で塗り分けましたので、後日この工作の詳細は別動画にしてご案内します。ホーム土台の側壁部分には画像のように水抜きが開いていてパイプが設置されています。そこで模型でもアレンジして再現します。外径 1.2mm のアルミパイプを用意して2から 3mm 程度にカットしました。カッターでサクサクと切れますが、切断面が変形する場合もあり、壊れたエアブラシの針を利用して穴を修正しました。小さくカットしたスタイルホームに両面テープを貼り、そこにカットしたパイプを軽く刺していきます。メタルプライマーで下地処理後にサーフェーサーを塗布しました。ホーム土台の側壁にピンバイスで穴を開け、ダイソーで購入した金属の丸棒ヤスリでヤスリ掛けの上、パイプを差し込み接着しました。下りホームの跨線橋の階段脇には一部コンクリートが途切れて薄緑色の板で塞がれている部分がありました。模型でもこれをアレンジして再現するため、
0.3mm のプラ板を細く切り出してマスキングテープで仮留めして、そこから部材を4枚切り出しました。塗装は片面だけでいいので、マスキングテープに切り出した部材を貼り、エアブラシで塗装しました。塗装後、体色表現の上、ホームに接着しました。ホームの白線はジャム会場でヤシガニくんさんから作り方を教えていただきました。ありがとうございます。ジャム会場では凄腕モデラーさんが作り方を教えてくださることもありますので、皆様もぜひ足を運ばれてみてください。ホームの土台を完成させたところで、次回は屋根の工作と言いたいところですが、ホームを設置するとホーム周辺の線路工作ができなくなりますので、次回は線路周りの工作をご紹介いたします。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回お会いできることを楽しみにしております。さようなら。